ご視聴ありがとうございます。今回は国内でも珍しい構造の駅のご紹介です。その構造の全貌とこの橋に隠された価値、そして駅から離れた場所にあるもう一つのレアアイテムにも注目です。この駅が建設された経緯とは一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは愛媛県松山に路線を有する地方私鉄伊予鉄道横河原線の列車です。もう何回目かわからないこの下り、横河原線は伊予鉄が運営する郊外路線の一つで、中心駅である松山市駅から南東に伸びています。松山市駅の一つ手前が石手川公園駅。横河原線はここで駅名の由来である石手川を渡り、堤防を乗り越えるため上り勾配で高さを上げていきます。駅は石手川の堤防の間にあり、奥の2両分は鉄橋の上にあります。鉄橋の上にホームがある珍しい構造です。2両編成の列車は鉄橋の手前に止まりますが、3両や4両だと前寄りの車両が鉄橋にかかります。駅が開業したのは1972年で、横河原線で4両編成の運行が始まったのはその6年後の1978年。開業時から4両分のホームがあったのかは定かではないです。次の下り列車も3両編成で、最後尾の1両が鉄橋にかかります。ホームには収まっているのでドアも開き、ここからの乗り降りもできます。この鉄橋、少なくとも2015年の時点では錆も目立っていたのですが、後に手前のポールも含めて塗装し直され、今では綺麗になっています。そして注目すべきは、手前の鉄骨にくっついたこの銘板。土木学会戦勝土木遺産の文字があります。これは土木遺産の検証を通じて歴史的価値のある土木構造物の保存に資することを目的として2000年に設立された認定制度のことで、推薦や一般公募によって毎年20件程度が選出されています。鉄橋の上のホームという構造に目が行きがちですが、この鉄橋自体も価値のあるものです。横河原線で最初に開業したのが今の松山市から平井までの区間。1893年、明治26年5月の開業です。1899年、明治32年には横河原までが開業し、全線が開業しています。横河原線は高浜線と直通し、日中は15分間隔での運転です。もう一つの路線である郡中線は、平日の日中は15分間隔ですが、土休日は20分間隔になります。松山市駅の線路も1本だけで、他の2つの路線とは扱いが違います。ただし、横河原線と高浜線の直通が始まったのは1981年。今から40年余り前と、それほど昔ではありません。実は、沿線に港がある高浜線や郡中線とは異なり、建設当時の横河原線の収益性には懐疑的な目が向けられており、建設資金の調達にも苦労するありさまでした。工事が始まった後も、隣の伊予橘駅の用地取得に苦労したほか、石手川に架かる鉄橋の建設が難航するなどしていました。この鉄橋は1893年の開業当時に架けられたもので、同じ年に製造されています。現役の鉄道橋で設置以来移設されていないものとしては日本で最も古いです。移設されたものも含めるとより古いものがありますが、箱根登山鉄道の早川橋梁は5年前の1888年製造、山形鉄道の最上川橋梁と JR 東日本の左沢線の最上川橋梁は4年前の1889年と、どちらにしてもかなりの年代物です。これらは鉄骨を三角形に組み合わせたトラス橋と呼ばれる構造です。技術が今ほど発展していなかった時代、少ない鋼材で頑丈な橋を作れるのでよく用いられていました。ただしこの頃、石手川公園駅はまだありません。駅ができるのは開業から80年近く後、1972年のことです。横河原線は高浜線や郡中線より需要が少なく、電化する必要性に乏しかったため、坊ちゃん列車と呼ばれる蒸気機関車が長く走っており、その後もディーゼル機関車での運行でした。
1960年代には赤字を出しており、伊予橘駅から分岐する支線、森松線が廃線になったのに続き、平井から横河原までの廃線が決まったほどです。これに危機感を覚えた地元の運動により、電化や駅の増設、列車本数の増加で利便性を上げる方針に転換し、今では主力路線に成長しています。電化は1967年に完了し、この前後に複数の新駅が開業、石手川公園駅もその一つです。また、列車本数を増やすため、列車の行き違いができるように改修されたり、駅自体が移設された駅もあります。発展した横河原線と廃線となった森松線の歴史をまとめた動画は概要欄から見てくださいね。というわけで、鉄橋の上のホームに進みます。この先にも車両が止まり、ドアも開くので立ち入れないことはないですが、鉄橋の鉄骨がホームにポンポン突き出し、使いにくさ全開です。鉄骨にぶつからないように、黄色いポールと銀色の鎖でガードされています。鉄橋の点検用の通路を歩いているような気分ですが、線路側には白線もあり、確かにホームなのがわかります。石手川はかつて松山市の市街地のへりにあり、左側の開発が遅れていましたが、横河原線の電化などに合わせて発展が進み、今では市街地が延々と続いています。線路寄りのアスファルト舗装はここでなくなり、全体が点検用通路のような構造になります。ホームは3両分、そして4両分へと順に伸ばされたのでしょうか。ホームの一番端はすでに鉄橋から外れ、奥の踏切が間近にあります。ここで後ろを向くとこんな感じです。ホームの後ろ寄りに行き、鉄橋を外から見てみます。松山市駅から一駅の近さですが、駐輪場には自転車が並びます。この駅にはスロープがあり、バリアフリー対応は完璧です。なお、伊予鉄にはサイクルトレインがあり、横河原線も対象ですが、この駅では利用できないです。スロープもあるので不思議ですが、それは自転車を置く場所が松山市寄りの先頭部だからです。あの激狭ホームを自転車で進むのは無理なので、この駅が対象外なわけです。出入り口の様子がこちら。この後ろには 22.7 パーミルという一般の鉄道としてはかなりきつい勾配があります。この勾配に駅を設けるのは不便すぎるので、勾配がほとんどない堤防と堤防の間に駅を設けることになり、4両分のホームの一部が鉄橋の上にかかったのです。ちなみにこの踏切の名前は石手川南踏切です。線路の隣にある道を通り、鉄橋の真横に向かいます。この道は歩行者専用ではなく、自転車も通れます。迂回する道は上流側に200メートル、下流側に600メートル余り離れているので、とても便利な道です。鉄橋の横に到着です。鉄橋は1個だけではなく、トラス橋の手前にはガーダー橋と呼ばれる別の鉄橋もあります。荷重が増えたからか、トラス橋の橋脚の下の穴は塞がれています。貴重な土木遺産なので、ホームはトラス橋に極力干渉しない作りなのがわかります。駅の北側の踏切には石手川北踏切の名前があります。そしてこの先には 23.8 パーミルの下り勾配があります。勾配がほとんどないのはこの間の120メートルほどの区間で、ギリギリの場所にホームを収めています。そしてもう一つの貴重な設備がこの付近にあります。ここから80メートル余り松山市寄りにあるのがこれ、伊予鉄道レンガ橋です。ベタな名前のこの橋は、横河原線開業の前年、1892年に完成したものと推定され、愛媛県内で最も古いレンガ橋と言われています。2003年には、松山市から景観形成重要建造物に指定され、2012年には石手川橋梁と同じく土木学会選奨土木遺産として認定されています。ここでは道路と線路が斜めに交わっており、橋そのものは道路の向きに合わせているため、上の方でレンガをねじって積み上げ、角度の違いを修正しています。しかもこのレンガ橋自体、
今の道路とは角度がずれており、車線が不自然にねじれています。建設コストを抑えるために当時からそうしたのか、後に区画整理か何かで道路の向きが変わってこうなったのか、詳しいことは不明です。どちらも松山市駅からパパッと行けるので、ぜひ行ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。